はい、皆さんこんにちは、こんばんは。丸永盆栽です。はい、今回はね、これ杉のね、苗木。この間アジト行ってきて手入れしたんだけど、こんだけ余っちゃったもんで。よし、作業の前にね、これちょっとハサミが汚れとるもんで、このね、なんていうのこれ、クリーンメイトっていうかな、砂消しゴムみたいなやつでこれでゴシゴシやってね、この樹液とか汚れをね除去していきますよ。はい、それではね、早送りしていきますね。こういろんなね、ペンチやらハサミやらいろんな道具、いつも使うやつね、丸中これね外に置いとるもんで意外と錆びちゃうんだよね。そしてこの椿油をちょっと取り出していろんなやつに塗っていきますよ。錆止めとして。いいですかね。はい、こうねゴシゴシとね塗ってくださいよ。はい、じゃあね、回転台を取り出してこの回転するところをちょっと固定してネジで締めると回らなくなるもんね。はい、これはね砥石ですよ。まあちょこっとね軽く研いでいきますよ。こうやってハサミを全開まで開いて、で斜めになってる方をこの角度に合わせて研いでいきますね。これね、右と左だいたい同じぐらいずつ研がんと、片方だけ研ぐとね噛み合わせが悪くなるもんね。なのでこの上を10回研いだら下も10回研いでみたいなね、だいたい均等な力でやってから、まあちょっとね裏側の平らな部分はちょっと反りくり返ったところをちょっとだけこう直す感じで、あんまりやりすぎると噛み合わせがおかしくなっちゃうもんね。いいですかね。まあ不安な人はね別に研ぎ屋さん持っていけばいいもんでね、ちゃんとプロのね人に研いでもらえばだいたい500円ぐらいで研いでくれるんじゃないかなと思うんだけど、はい、そんな感じでこの違うハサミもこう研いで、ちょっと下が滑るもんで、で上と下とこう均等な感じで研ぎながら、研いだところを見ながらね、だいたい光るもんでわかるでしょ。で裏側をちょっとね切り戻すっていうかな、研ぎ直して、はい、でティッシュで拭いて、でこれね椿油をちょっと塗っときますよいいですかはい、こんな感じでね、まあ、ちょっとこれ机地かな台をきれいにして、よしと、はい、これ回るようにしましたよ。はい、じゃあね、杉のお手入れの方をやっていきますね。これ挿し木2年生だね。これ師匠のとこにねいっぱいあるもんで、親木っていうかなんか植えてあるもんで、ここから徒長したやつをこうバッチバチ切ってきて、土の袋に2つぐらいもらってきてそんでそれを家に帰って刻んでね、ほんで黒ポットにねもう飽きるぐらい刺してあげたら2年でこうなりましたよ。この杉は結構ね葉がちっちゃくていいんだけど、ちょっと蒸れやすいもんで、ある程度こうやってね伸ばしてから3センチとか5センチとか伸ばしてからまた三角を考えて、クリスマスツリーみたいにバリカン狩りっていうのあれをやっとくと、まあ1年2年でね杉は早くできるもんで、
まあもし興味がある方がいたらね、やってみてくださいよ。ね、枝がどうだとか考えでいいんでね、そうバリカン狩りでできますよ。で大きさもね、大きいやつ刺したり小さいやつ刺したり短いやつ刺したりいろいろして、はい、横の枝もね別に刺せるもんで、まあ、どんどん刺していきますよ。はい、根元をねちょっとこのねたわしできれいにして、この下にから出とる芽、こいつはねいらないもんでカットしますよ。よし、こうやってね粘りね、根っこがこの分かれるところを出して、この麻ひもちゃんででこれね見てわかるかな、ここがね根っこがねこう途中から出てるの見えますか？見えますか皆さんここあるんだけど、切ってもいいんだけど、こういうね杉って結構ね古くなってくるとこの気根みたいなやつが途中から出てきて、それが下に降りて、それでこの粘りがなんちゅうのよく見えるっていうかね、なんかそういう風になるもんね。だからその気根としてこの一緒に幹と一緒に巻き込んじゃって、でそのなりでこの根鉢をいつものようにねぐるぐる巻いて根鉢を作っていきますよ。ほんでカットして、針金切りでは切れんかったね。はい、そしてねピンセットで先っぽをつまんでブスッとこの中に入れちゃえばね、縛らんでいいですよ。よし、じゃあねこの黒ポットにね戻していきますよ。この粘りをね下に中間ぐらいに入っとったやつを上まで上げたもんで、下にちょっと土が入るもんで、まあちょうどいいね高さまで土を入れてくださいよ。いいですかでこうやってね粘りがここに来るように、であとね残り用土を入れて隙間にねまんべんなく入れながら、そしてこのね竹箸でツンツンしていきますよ。ツンツン大事だもんね。あんまりこうね力を入れずにツンツンしてくださいよ。よしそうこれ細粒ね、細粒をね表面にこうね一周入れておくと、まあ見た目も綺麗だし、細かい用土を表面に引くとね乾きがね遅くなるもんで水持ちが良くなるっていうのかな、そんな感じなんでやってます。これもねリサイクルした細粒だもんで、ちゃんと洗って干して、でふるいにかけてまた再利用してますよ。はい、じゃあねこういう感じで、まあいつものように固定してくるりんぱしてね。はい、じゃあもう一本やっていきますよ。こう粘りを出して、これね結構ね中間までねやると幹が長くなっちゃうんで、本当はこれ1年ぐらいで、ほらここの部分埋まっとったところだもんね。だってこのミニかなと思ったけど普通になっちゃったでしょ。まあよくあるよねよくね。よし、そしてこれもねぐるぐる大作戦でぐるぐる大作戦で根鉢を作ってくださいよ。はい、そしてねじゃない台をきれいにして、でこれに入れますよ。ちょっと待ってよ、今度はねちょっとね違う方法をちょっと紹介してみようかな。これねこうアイスピックで100均かなんかに売っとるやつで、こう黒ポットにこうどんどんもう無造作に穴を開けて、このなんていうのかな、水はけが良くなるようにね
こうブス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 ね穴を開けますよ。いいですかね、こういう感じで、これそこね穴1個だもんで、まあさもうちょっと開けとこうかな。底面のところも適当に穴開けておきますね。はい、そしてねこのクローポットの底をね内側にね1センチぐらい折り返しますよね。こうやって折り曲げてね、こうわかるかな、1センチぐらい中に折り返してくださいよ。そうするとねこんな感じね、この折り返してね、そうすると穴がね空中に浮くもんで、そして角が立つもんで、このやってないやつに比べて倒れにくくなるんだよね。安定感が出て、そしてここがペトッとくっつくとね水はけが悪いんだけど、ここを宙に浮かせることによってねこう水はけも改善するっていうね、まあ師匠流のアイディアですけど、まあいいなと思ったらね真似してみてくださいよ。はい、じゃあね木をセットして隙間にねヨードをぶち込んでいきますよ。この根鉢を作ってやるとね根が飛び出たりねなんかそういうことがないし、あとあんまりつっついてもね、一応この根鉢を作って中に土が入ってるのであんまりね根っこが傷まんっていうね、そういう利点もありますからね。よし、これでね固定していきますよ。下からね入れてね、あ、そうだ、これあれだね、そこをね折り返してあるもんでくるりんぱができないんだよね、いつものように。だから今回はこういう感じで L 字に曲げたい、そこから差しいので L 字の方で底面を固定しときながら、そしてこれね幹に巻いてもいいんだけど、この粘りのところね、粘りのところで押さえちゃう。そうするとね木が太っても食い込まんので、わかりましたか分かっていただけましたかね。よし、じゃあねもう一個やっていきますよ。どんどんやらんとね苗はたくさんあるもんね。皆さん時は金なりですよ。どんどんやってくださいよね。よし、こうやって掃除しながら、よし、今回はねこれですよ。見たことありますか？ダイソーに売っとるねフードテナーってやつねのミニチュアサイズです。前にこうね推しが動画で使っとったやつをこれもやったんだけど、あまりですよ。これもね杉を入れるねこの朝鉢として今回ちょっと使ってみるからね。はい、根っこがねはみ出さないように注意しながら押さえ込んでいきますよ。そしてこの細粒ちゃんで、この朝鉢の場合はね少しこう盛り上げるとかっこいいですよ、平らにするよりね。はい、じゃあね水を底面から給水させて、そうちょっと待っとってよ。これね金図に生えた苔をいただこうかなと思って持ってきました。そしてこのハサミでね苔の表面を切り取りながら貼っていく丸中式なんだけど、ちょっとこれめんどくさいもんで丸中式をもうやめて、今度は師匠式でいくよ。師匠直伝でこういう苔をね取って、まあ厳密に言うとねもうちょっとこう土の部分をね茶色いところ取った方がいいんだけど、まあちょっとめんどくさいもんで今回これでいきますよ。そしてちょっと掃除しながら、はい、細粒をくるっとね入れてから置いておきますよ。
よし、苔の話に戻りますよ。こうやってね。よし、ちょっとね、この水を汲んで、この水をねこう かけて、ちょっとべちょべちょにするね。べちょべちょにべちょべちょにしてくださいよ。そしてこれね、これ100均の刺身包丁、これ生蔵なんだけど、これでトン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 やってね、この苔のね、この凹凸とかね、デコボコみたいなやつをもう全部ね、こうなしにして、くたくたの海苔みたいにしてそう、こういう感じでべちょべちょにしながら、そしてこれね、包丁の背で取りながら、こうちょこっとずつねこう乗せていきますよ。そうするとね、この厚みが均等だもんね。なんでこの貼りやすいし、この土の形になってくれるもんね。まあこれは師匠流だけどねはい、はい、これもね、いいなと思った方はね、すぐに真似してくださいよ。よし、ちょっと余ったやつは後で使うもんで、ボウルの中に入れておきますよ。よしと。そしてまあヘラでもいいんだけど、手でギュウギュウ押さえて、で下にこうね、杉はねしごいておけば戻らんもんね。でまだまだ赤ちゃんだもんね。こんな感じになりました。よし、こいつを片付けて、はい、皆さんにね見せなかったでしょう。今日はこれだけ作業しましたよ、一人ぼっちででこれだけやったからね、で中にはねこういうちょっとね太くて良さげなやつがあったもんね。これは主音鉢にあげておきましたけど。よし、はい、こんな感じでね、今から飲みに行かなきゃもんでね、この辺でさようならしますよ。今回はご視聴ありがとうございました。またご次回お会いしましょう。じゃあね。